Evacuate the terminal immediately. This is not. ただのホラーじゃないし、ただのアクション、シューティングアクションでもないし。Action. Building immediately. 過去のバイオハザードのストーリーじゃなくて、やっぱり新しく誰も見たことがない、予想がない新しいストーリーだったり映像を作らなくちゃいけない。ついに長編になるのかっていう感じはしましたけど、世界中に知られてるタイトルの映像化、フル CG の映像化初めて。もともとゲームをずっと僕はやってましたんでね、2の続編だっていうことを聞いてたんで、嬉しかったですよね。かなり無謀な挑戦ではあると思うんですよね。ゲームの世界観から地続きで、バイオ4の後の話ですね。それでキャラクターはバイオ2に出てきた2人のキャラクター。よりゲームの好きな方、ゲームファンの方たちに訴えられるものにはなるのかなとは思いますけどね。Shoot them in the head. We're here. やっぱりお客さんとしても、バイオハザードのゲームで遊んでる人を大半をターゲットにしようっていうところから、やっぱりレオンが一番いいんじゃないかっていうので、あらゆる面でこう一致したってところで、レオンを主人公にしようと。女性の花も欲しいっていうところと、やっぱり世界中で大ヒットしたのはやっぱりバイオハザード2という作品なので、そこで登場したもう一人の主人公のクレアというキャラクターも登場させて、2人を、主人公として物語を作ろう。I'm gonna scrub this virus from the face of the earth. レオンとクレアを出すっていうことと、T ウイルスを使ったバイオテロが起きるというぐらいは決まってたと思うんですけども、ほぼそういう意味では、物語作りとしては一からずっと進んでいきましたね。制作委員会の皆さんプラス、僕と菅さんという形で、みんなでアイデアを出し合いながら、それでじゃあこれをまとめた形でプロットを作ってきますって菅さんがプロットを作って、それでそれをみんながまた見ながら、いやもうちょっとこういうキャラクターがいた方がいいんじゃないか、こういう展開にした方がいいんじゃないかっていうのを、ミーティングをどんどん重ねていきながら、詰めていくっていう形でしたね。クレアと実際レオンというのはバイオハザードのゲームのベロニカの時に一度声でその会話をしたりはしてますけれど、それぐらいしか実は接点がなくて、その間は一体何をしていたんだとか、どういうコミュニケーションを取っていたのかとかいうことっていうのは、自分たちでディスカッションして膨らましていったっていうところはやっぱあるんですよね。確認していって、バイオハザードという世界の中で初めてテロが起こるわけですね。これは実は今までの作品の中では扱ってなかったことで、そのテロを起こす側の目的であったりとか、どういったテロを起こそうとしているのかとか、それが結局カーティスになるわけですけれど、3の有名な爆破されますね、ラクーンシティが。あれというのは実はバイオハザード2と同じ年にあれが起こってるわけですね。だからもう実は1998年の物語ではあるんですよね、あれって。アメリカはあの後一体どういったそういうそのバイオテロ的なことに対する政策であったりとか、世間はどれぐらい認知しているんだろうとか、そういったことというのもやっぱり同時に話し合っていって、事件そのものをまず膨らませていったというのが一番大きいかもしれませんね。でその中でキャラクターを絡めて解決方法を僕らが一緒になって、レオンとクレアと一緒になってどうやって解決していくこのテロを。If they don't get that information, what'll happen? They'll disperse a T-virus in every populated area in the U.S. The deadline is midnight. That's only 4 hours from now. レオンとクレアが再会するところが、菅さんの脚本ですごくバイオハザード2っぽい演出で再会っていう風にしていただいたんですごく嬉しかったんですけど、バイオハザード2の冒頭はああいう風に出会ってるんですね、レオンとクレアっていうのは。しゃがめっつってクレアがバッとしゃがんでレオンが撃つっていうところから2人の関係が始まってるんですね。だからそういったところをゲームへのオマージュっていうことで入れてみたりとか。 What are you doing here? I could ask you the same thing.
一番やっぱりキャラクターを壊してはいけないっていうか、まあもういるのが前提になってるんで、その彼らっていうのをむしろこっちの方から近づいていって理解をして、でその上で話を作っていくというのが一つまあ大変なことではありましたね。Who the hell are you? Leon S. Kennedy. 今回のまあ作る上でのレオンっていうのは、まあその若く新米警官の時にまあラクーンシティの事件に巻き込まれて、年の割には修羅場をくぐってきているっていうことを買われて、まあ大統領の直属のエージェントという存在になって、ちょっとクールなんだけど根底には熱い思いを持ってる感じ。ある種幼さとも言っていいようなまっすぐなところというのはやっぱりすごくあって、でやっぱりそれのまっすぐさっていうのは一体どういうところなのかというと、バイオハザード2で経験したことがやっぱり一番大きいと思うんですよね。上に登んなきゃ何もできないっていうよく言われるあれですよね。彼はだから組織の中に入ることによってやはり何かしようとしたんじゃないか。でその中でもしかしたら目をつぶらなきゃいけないこともあるかもしれないけれども、それよりも大元を立つという考え方がやはりレオンの中には一番あって、レオンに関してはバイオの4で出てきてるんで、結構精度の高いレオンっていうのが存在したので、まあ、レオンに限って言えばちゃんとゲームの雰囲気のレオンをどう踏襲するかっていうのが一番気をつけたというか注意点だったと思うんですね。 Well, we should introduce ourselves. I'm Claire Redfield. You can call me Claire. I'm Ronnie. Nice to meet you, Ronnie. That's a pretty name. 昔はずっと戦いを続けていて、でお兄さんは今も世界各国で戦い続けているんだけども、まあそのクレア自身はその戦うことだけがいいのかっていうことを自分で見つめ直して、まあ現在はそのバイオ災害であったりバイオテロみたいな、まあそういうものに反対する NGO 団体に所属するということで、ゲーム版よりは一歩大人になったクレア。ローポリゴンのクレアが年齢が進んでフルポリゴンになったらどうなるかっていうのは気をつけて作ってました。 Curtis Miller is my older brother. 物語自体を引っ張っていくのは実はレオンでもクレアでもなくって、まあ、今回新たに作った、アンジェラっていう、女性とカーティスという、まあこれ兄弟です。そもそもは最初兄弟じゃなかったりとかしたんですね。まあやっぱり彼らを入れたという大きな一つの理由というのは、バイオハザードを知らない人にもやっぱ今回のやつというのは見てもらいたいという気持ちもありましたし、初めてこういったバイオハザードの世界観に触れた人間というのはやっぱりリアクションとして欲しかったなというのが一つありますね。アンジェラに関してですけど、女性キャラクターにした方が、まあそのレオンとの関係っていうのがなんかその微妙な感じっていうのが出せるのかなという、表では強い女性なんだけども、そのなんか内面にはすごい弱いところをいっぱい持っている女性。 Angela. You're not alone. We're together in this. I know. カーティスっていうのはバイオハザードシリーズのまあ根底にあるラクーンシティの事件っていうもので、まあ、家族を失った人、悪いけど悲しいキャラクターにしたいねっていうところで、まあ、花の脚本作りのところでは今みたいなキャラクターに肉付けされてったっていうことなんですけど。 Curtis! Angela. まあ、当然兄弟の絆っていうところも描いてますし、まあ、カーティスは本当に家族のこともありますし、その辺がアンブレラ絡んでるラクーンシティの事件で、まあ、いろんな人がいるんだなっていうところが描けたっていうところではすごく実際ゲームやってるファンにとってもすごくなんか面白くなんですかね、すごく考えさせる、内容になってるんじゃないかなと思います。 Nothing can stop it now.
メインの重機、ゲームと共通する部分は当然ゲーム中の設定があるのでそれをそのまま生かして、でそれ以外の例えば普通にあるビルとか車とかっていうのはもうゼロから全部デザインして作ってるんですね。最後のそのドームの研究所の中に入ってからのそのアクションっていうのは監督曰くあれはやっぱりそのフル CG ならではでできることをもっと存分にやっていこうっていうところで相当ダメ出しを僕は受けましたね。最初はもっとね広い敷地の中でほんで、いわゆるよくある研究施設というのをモデルにしてたんですね。もっと過剰にいろんなことが演出できるそもそもの場を作らなければいけないっていう話になったんですよ。ほんでそういう場って一体どういう場があるんだろうっていうことを皆さんと一緒に考えて、でその中で生まれてきたのがドーム型の研究所だったんですね。ちゃんと研究施設に見えるようなものって出来上がってると思うんで、なおかつ見ていただいたら分かるんですけど特殊なギミックも入ってる変な研究室なんで、それをどれだけ説得力があるように作れるかっていうのがポイントだったと思うんですけどね。それはある気がしますね。今回監督やられる神谷監督です。主に特撮と世間で言われているジャンルの仕事をしていて、特撮監督なんていうのがメインの仕事でいきなりその長尺デビューで「バイオハザード」なんてビッグタイトル俺受けちゃったけど大丈夫かなって期待と不安が入り混じったスタートではありましたね。ということで本番行った神谷監督はちょっと別のゲーム作品の映像のディレクターをお願いして仕事を一緒にしたことがありまして、その時にすごくやりやすい監督さんで、あとはやっぱり忍耐強いというか粘り強いというか。もう一回ください。もっと言葉詰まったりもう少しスローな方がいいですか。やっぱりフル CG でやるからには僕が普段携わっているアニメーションや実写の映画ともまた違うフル CG ならではのできることっていうのがあるんだと。で僕はその発想全然なかったんですよ。絵を先行して何かを考えるという監督というイメージかなと思ってたんですよね。最初はやっぱりやられてたことが特撮の監督でやられたりそういう技術的なところに関してはもう絶対的に僕は信頼をしてたんですけれど、もともと体も大きい人ですし声も大きいですし身振り手振りがすごいんですよ。それはシナリオ打ちの時でもそうでしたけどブワーッと来てブワーッと来てみたいなね、もう映画を見ているかのようなねなるほど分かりましたみたいなね、声優さんですらそのまま撮られたらいいんじゃないですかみたいなそういうことが多くて非常にビジュアルがすぐ頭に浮かびましたね。監督にこうしたいっていうことを伝えてもらった時っていうのは普段やられてることがね、そういう爆発させたりとか結構変わったことを仕事としてやられるんで、あとああいう風貌じゃないですか。なので結構突飛なことを来るかなと思うんですけど、かなりなんていうんですか、地に足のついたというかオーソドックスな演出されて、でもそこにやっぱり神谷さんらしさっていうかちゃんと味があって、すごい見た目通り安定感があると思いますけどね。大丈夫ですか。はい、OK。 He's very funny, very, very funny. I really enjoy his joking in between scenes, and he'll play around with us a little bit. And I just think he's a great director, really great director. I love working with him. He's very energetic, and even though like the language barrier is there, he acts out his feelings and his emotions. So like there's a lot of times when the translator's not there and I get what he's saying just by he acts out the scene or his body motion. I'm like, I know what you want, got it, let's go, hey, T-pose, and I'm ready. So yeah, I love working with him. He's a very energetic, good guy. じゃあ最初は拳銃から。First about the guns. Handguns. すいません。絶対やりたかってお願いしたところで言うとやっぱり日本人の俳優さんじゃなくてハリウッドで活躍してる俳優さんで
モーションキャプチャーの撮影をするってことが今回はやっぱり意識としてすごく思ってました。今までバイオ実は日本人の俳優さんでキャプチャーをやってきたんですけど、やっぱりその喋るのは当然英語でも動くのがやっぱり日本人だとその英語の意味とボディーランゲージがなかなか一致しないっていうのですごく苦労してたんですね。今回の本当にこのバイオハザードはやっぱりそのやり方を踏襲した方が絶対いいものが上がるっていうところがあったんで、結構予算もかかることなんですけど、海外から向こうの俳優さんを呼んで日本でモーションキャプチャー撮ったっていうのがやっぱり一番なんかチャレンジできてよかったかなっていうのは思いますね。今回はゲーム業界的にもそういう流れがやっぱりあったみたいで、小林さんの方からも最初から役者はちゃんとアメリカからハリウッドでお芝居をしている人たちをオーディションしてやった方がいいんじゃないかっていう話があって、それはもちろんですねっていうことで、外人さん秋田さん来てもらって、いきなり初日に毛利さんという軍事アドバイザーの方入っていただいて、いきなり一日中軍事訓練で銃持って右から左から右って一日中外人さんたち走らされてたんでそれで随分なんていうんですかね、こう銃の持ち方も含めてすごい様になってるっていうのは一つあると思うんですけどね。そういうディテールの部分から始まって、うちのキャプチャースタジオも結構広いんで、そこにセット立て込んでその中での芝居っていうのもできたんで、随分忠実にいろんなことが再現されてるなとは思いますね。アンジェラは顔を見合わせる。After you say shoot them in the head, you two both look at each other. 僕日本語しか喋れないので大丈夫かなっていうのがちょっとあったんですね。特にお芝居のシーンとかがうまく演出できるのかなっていうのはやる前は実はちょっと心配だったんです。撃たれた。そうすると周りにいっぱいゾンビがいます。やっぱりお芝居のニュアンスってなんか言葉が分かんなくてもある程度分かるもんだなっていうのが非常にそれはやってみて発見でしたけども、最初からいきなりテンションを上げなくて打ってるうちにテンションが上がってくる。なんかその感情がうまいことそういう感情でお芝居をしてくれてるかどうかっていうのはなんとなく分かるんで、その辺はなんか意外とできるもんだなとは思いましたね。それは発見でしたし面白かったですね。それはすごく。You cannot. Oh, please, Senator. Senator Davis, can I have another word? You cannot. Please, Senator, please, just one more question. ソフトウェアマヤというソフトを中心に作ってるんですけども、一番最初シナリオできて絵コンテできた時点で、キャラデザインを起こして、まずはモーションキャプチャーから始まるんですけど。Angela, get clear! Leon! Angela, get clear! Leon! で撮ったキャプチャーデータはすぐに処理されて、ラフなんですけども、人間のモデル CG のモデルデータにこうデータを入れていって、まずはそこでアニマティクスという呼ばれているカメラアングルレイアウトが決まってて尺が決まっているものをまずはダーッと全編分作ってしまうと。それで作っていって、それとは別にキャラクターはキャラクター、背景は背景でどんどん作り進めていってて、それが最後にどんどん合わさって精度が高くなってきて、出来上がり。アメリカが一番 CG 映画って作ってると思うんですけども、そんな中でその長編の CG アニメーション作品でリアルなキャラクターを使った作品っていうのはほとんどないんですよね。みんなやっぱりアニメーションによらせようっていう作品作りがほとんどで、特に人間が主人公だったりすると必ずその人間はアニメーションみたいなキャラクターでやるっていうことで、ハリウッドでさえみんなそういう意味でほとんど手を出してない分野にどこまでチャレンジできるかというのが今回の最大のチャレンジですね。リアル系の CG ってやっぱり行き着く先が実写というかリアルな人間っていうのがある中でのリアル系
なルックを目指さなきゃいけないっていうところでなかなかやっぱり毛嫌いされがちなトーンではあると思うんですけど、ただああいうリアルなルックの CG のやつでそこそこ過去にもあったと思うんですけど、やっぱりそれと大きな違いっていうのは表情がちゃんと動いてる、感情没入するためにっていうところがあったんで、そこに生の役者さんのフェイシャルのキャプチャーデータを取り込むっていうのはそれは一つあったと思いますね。でそれがちゃんと CG の中に生きるようなシステムというか仕組みも、今回にまた別途開発はしてたりはするんですけど。これが各カメラの 2D データなんですけど、ここにはカメラ10台あるんですけど、これを 2D 画像を合成してデータを 3D データを作るんですね。リアルすぎてもきっと気持ち悪いし、かといって基本的にはリアルな動きをみんなしているので、そこでまた違和感を感じないところっていうので、一番やっぱりみんなに違和感を感じさせないっていうところを探っていくっていうのが一番難しい作業ではあるし、目指すところではありますね。Look. まず僕ゾンビっていう映画がすごい大好きなんですね。現代はドーン・オブ・ザ・デッドっていうタイトルですけども、日本ではゾンビという映画として公開された映画との出会いっていうのがやっぱり衝撃的でしたね。いきなり目の前でレオンが普通の人に見える人を射殺したので驚いてます。 Angela doesn't know what's going on. Angela, it doesn't hit her that it's a zombie that's been shot, so she thinks that Leon shot this person-esque whatever it is. Shooting civilians is all I know. Okay. Okay. 彼女はもともとその人を助けたいっていう気持ちからこういう仕事をしてるので。And you're doing what you're doing because you want to be a rescuer, a savior. Right. ゾンビすごいやっぱり存在自体が非常に物悲しいモンスターでも何にも考えてない分とても恐ろしい。いろんな人たちがその物語としてそのゾンビっていうのを扱う一つの理由があるかなと思うのは、やっぱ人の形してるからなんですよね。だからドラマがすごく作れると思うんですよ。T ウイルスに侵された人たちというのはあくまでも人の形をしてるんですよね。What the hell are you doing? 基本的にはやっぱりああいうウイルスなりが入った人というのはもう別の何かになっちゃうんですよね。ほんでそれを見てる人たちは思い出のあるその誰かさんであったりとかするわけだから、そこにいろんな化学変化がやっぱ起こると思うんですよ。Go on without me. Greg, wait. Greg, you got this? 今回演出している中でも基本的には食べるっていうこと以外の目的がないんですよね。なんでそういう本能に準じた行動しかしないっていうのは徹底させたつもりで、声のアフレコの作業の時も自分の意思で何かをしようとしてたり、その撃たれたことに対してのことさらリアクションをしないようにとか、いろんなことっていうのは徹底したつもりですね。 This is the G virus. 原因ははっきりしているっていう。ロメロの場合のゾンビの世界観ってなんでそういうことが起きてるのか全く誰も理解できないっていうところでもう始まってるんですけど、そういう意味ではバイオハザードのゾンビっていうのは原因ははっきりしてる T ウイルスである。 You have that here? そのゾンビからさらにそのモンスターに変わるというカーティスがそうなるわけですけれど、そこがそれはもう今回の作品というよりバイオハザードというそもそものその世界観が持っている広がりっていうところがそもそも他のゾンビ映画とは一線を画しているところだと思うんですね。G カーティスに限っては2段階変形するんで、それに対して造形の百武さんっていうデザイナーさんが
造形も含めて作っていただいて、それこそすごい長い期間監督とやり取りして最終的に造形、まで作っていただいて、それを元に作ってます。その人がもう尋常じゃないぐらい変化して、で最終的にはでもやっぱり人というものが残ってるからこそやはり辛いことも起こるし、でその中に例えば最後ドームの中でカーティスはアンジェラを追っていきますけれど、それというのはその人ではないけれど生き物ならば特有とも言える生理的なものから、まあ生殖、次の世代を個体が残すということをやっぱりやろうとするわけですよね。そういったその行動そのものがゾンビ映画という範疇からは外れてない上で、やはり実にバイオハザードっていうその作品が持ってるゾンビの世界を拡張したバイオハザードっていうそのならではの他のゾンビ映画と違うっていうところっていうのは、そもそもそのゲームが持ってるその世界観の広がりっていう意味を含めてやっぱりやるべきなんじゃないかっていうふうに判断していったですね。バイオハザードっていう原作であったりレオン・クレアってキャラクターはあったにしろ、かなりのことを一から全部作れたっていうのはすごいやりがいもあったし面白かったですよね。物語として見ればよりバイオハザードのその世界観を深く楽しんでもらえるいい作品になったんじゃないかなと思います。お人形さんみたいな CG が動いてるのが多いんで、今回はとにかくキャラ崩れしようとも顔表情をバンバン動かしてそこに感情移入できるようなっていうところを目指して、そういう形になってると思うので、そこが一番見どころかなと思います。僕の中ではその 4.5 みたいな作品になれたらいいなっていうふうには勝手に思ってます。本当に4の続きがしっかり描けたんじゃないかなっていうふうには思ってますね。ゲームをする合間の一つの休息として90分という時間を楽しんでもらえればベストかなと思いますね。CG で作られてるがゆえにちゃんとゲームを踏襲してるっていうので、一つのまたバイオの広がりとしての可能性が出てきたと思うんですね。で、こういう楽しみ方もあるんだっていうふうに多分ユーザーの方思われると思うんですよ。で、じゃあクレア・レオン見たからじゃあ次レベッカ見たいなとかっていう話に多分なってくると思うんですよね。ゲームの間を埋めていくそのバイオサーガっていうものがもしあるとすれば、映画も含めてバイオハザードサーガみたいなものを一緒に作り上げていくなんか一つの要素ではあるのかなと思います。本当にバイオハザードをこの作品をきっかけに好きになってもらってゲーム遊んでもらったら、カプコンとしてはすごく嬉しいし、そうじゃなくてもバイオハザードってこういうものなんだなって理解してもらえばすごく嬉しいなと思ってます。ゲームは本当何年かに1本しか出ないっていう中ではなんか早く出たような気持ちになって、楽しめる作品じゃないかなとは思ってます。 Don't try to save me. If you don't try to save one life, you'll never save any. Isn't that right, Curtis?